今回はスプールホルダーを作っていきます。現状は机の端にプリンターを置いているので、スプールを置く場所がなく、引き出しを開けて置いてあります。穴を開けたりしたくないので、チェストと天板の間の隙間に差し込む形のスプールホルダーにします。このような形状のものをフュージョン360でモデリングします。差し込み部が 3mm で強度に不安があったので、フルサスライサーで適当にインフィルの値を上げておきました。積層ピッチ 0.2mm で横にした状態だと結構積層感ありますね。サポート材の跡も汚いです。このままだと簡単に外れてしまうので、端をネジで固定できるようにします。あと、なるべくスムーズに回転するようにベアリング付きのスペーサーを作っていきます。スプールの内径を測ると若干テーパーになっていたので、一体でモデリングしてスライサーソフトで分割します。ベアリングのはめ合いは良かったですが、スプールとのはめ合いが緩かったのでテープを貼りました。再度ネジ付きのものをプリントします。仕上がりをきれいにしたいのと、ネジの部分にサポート材があると良くないかなと思ったので、時間はかかりますが立てた状態で印刷してみます。途中でインフィルの値を標準のまま変更するのを忘れていたことに気づいたのですが、続行します。8時間弱かかって完成しました。はい、あっさり折れました。 PLA で薄くて積層方向に力がかかるという悪条件が揃ってましたね。今度は分割して円チューブだけ立てて印刷時間を短縮してみました。取り外しが楽になるようにネジの部分も短くしてみました。
よく回っていい感じです。と思ったらまたまたです。中身スカスカですね。結局寝かした状態で印刷してヤスリで仕上げました。ただ回転が良すぎてフィラメントが出すぎることがあります。特にねじれがあるとこんな感じになるので、ねじれはしっかり取っておく必要があります。スプールはメーカーによってバラバラなので、それぞれに合わせてスペーサーを作ればいいやと当初は思っていましたが、ベアリングの数も必要になるし、ある程度の数用意して回すにしても付け替えの手間が増え、なんだかなという気がしてたので、最終的にはベアリングだけにしています。結果的にシンプルなものに落ち着きました。純正のスプールホルダーだとプルサミニの利点である設置面積の少なさが生かされないので、これですっきりしました。以上、いろいろやってみたけど結果的にシンプルなスプールホルダーを作ってみたという動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。